こんにちは、宇佐井正宗です。この動画は前回のパート1の続きです。なので、パート1で話した内容は割愛しますので、まだパート1見てないよって方はそちらからご覧ください。軽く振り返りますと、パート1ではですね、チベデカアイランドノコノコレースタスにおける驚いてほしいポイント3つあるうちのその1と3を話しました。で、今回は本命であるその2を話そうと思います。ということで早速やっていきます。その2、レースの最適解があまりにも複雑すぎるっていうサブタイトルです。で、軽くその1を軽く振り返りますと、乱数などそういうのを考慮しないと、マリオが早くゴールするほど、ノコノコも早くゴールしてくれるっていう話をしました。で、これ聞いた方は、つまり、できる限り早いゴールを目指してるだけなんじゃないかって思ったかもしれません。ただ、実はですね、それはですね、半分当たっていて、半分外れなんですよ。ここがややこしいところなんですね。で、結論を先に言いますと、これから2つの条件話すんですけど、その条件を満たしながら、できる限り早いゴールを目指しています。ということで、まず条件1です。特定の2つの鉄球を生成させること。こんな条件があります。この条件のために、鉄球の生成条件っていうのは複数あるんですけど、そのうちのその一つの、乱数ですね。これを調整する必要があります。鉄球っていうのはこれですね。はい。ということで、まずはその特定の2つの鉄球ってどれがっていうのを見ていきましょうか。これ動画用意してきました。こちらです。この動画はですね、この左下のミニマップが、上から見たマップだと思ってください。で、こう進めていくという感じですね。で、その特定の2つの鉄球っていうのはどれかっていうとですね、ノコノコがこの穴のところを通ると思うんですけど、このタイミングで出るこれとこの2つです。はい。で、なんで、この鉄球を出す必要があるかっていう理由はもう見て分かったと思うんですけど、ノコノコってこの鉄球が通る地帯を通るんですよ。だから鉄球の影響を受けるんですね。で、この2つの鉄球はこうやって生成させることで、ノコノコにいい影響をもたらすんですよ。だからこれが条件に入るんですよね。ここまで聞くと、じゃあいい影響ってどういう影響なのって思うと思うんですけど、それはですね、この動画を続けてみてみるとわかるんですよ。なのでちょっと見ていきます。で、一応補足としてですね、ちょっと気になった方がいるかもしれないんで話しておくと、今この2つって話しましたけど、この他の鉄球って影響してないのってなんとなく思ったかなって思うんですけど、結論言うと影響しません。なぜかっていうと、ノコノコがね、超頑張っても追いつかないんですよ、この鉄球には。だから別にこの鉄球は関係ないです。逆に言うと、この2つの鉄球は追いつくので、考えなくちゃいけんよっていう感じですね。ということで、続けて見ていきますと、こんな感じで、ノコノコが、鉄球とクロスして、どんどん行ってゴールすると。こんな感じです。で、気になるのはですね、こう鉄球のこう重なっているところで何が起こってるのっていう話じゃないですか。2つこうやって重なってますけど、ここではですね、ノコノコがジャンプで鉄球を飛び越えています。このジャンプをすることで、ノコノコのゴールが速くなってるんですよ。で、なんでって話ですよね。これはノコノコの速度に理由があります。ということで、別のもうちょっと分かりやすい動画があるので、そちらを見ていきます。はい、こちらですね。これはコーナーのところにマリオがいて、そこで様子を見たっていう動画ですね。で、まず基本的な話として、ノコノコはこのコーナーを通るときに、こんな感じで、このコーナーを上がっ
って下っていくっていうような流れでいきます。これはおおよそ固定ですね。はい。このライン取りを取るのはおおよそこんなライン取りを取ります。で、注目してもらいたいのは、このコーナーって、ここの部分が上り坂になってるんですよ。はい。で、基本的な話として、ノコノコの加速度っていうのは、その時の地面の傾きに依存します。つまり、簡単に言いますと、上り坂になると加速するんですよ。逆ですね。ごめんなさい。下り坂になると加速する。上り坂になると減速するんですよ。ということは、これちょっと鉄球飛んじゃってますけど、これをなかったとして見てもらって、ノコノコがこのまま上り坂に突入した場合、ここで減速するんですよね。で、一応これ具体的な数値言った方が分かりやすいと思うんで、話しておきますと。ノコノコがですね、ここ、鉄球の目の前にいる、ここら辺が、この時の動画は45ぐらいでした。ノコノコの速度が。で、もし、この鉄球がなくて、そのまま上り坂に突入した場合、45、44、43、42みたいな感じで速度落ちていくんですよ。ここ通るとき。だけど、この動画のようにですね、目の前に鉄球があって、こうやってジャンプする場合は、そうならないんですよ。じゃあどうなるのっていうと、ノコノコがこのジャンプ中ですね。ジャンプ中、この速度は、このジャンプ前の速度が維持されます。これ具体的な数値で言ったら分かりやすいんで話すと、先ほど今45でジャンプする。だから45って言いましたよね、ここで。ジャンプ中も、つまり45で、ここですね。この間ずっと45になってます。はい。もう分かりましたよね。つまり、上り坂とか、そういう速度が落ちる地帯で、ノコノコにジャンプしてもらうんですよ。そうすると、速度が落ちなくなるからタイムが速くなるんですね。はい。で、ちょっとこれを元にですね、ちょっと動画を戻りまして、こちらに戻って見ていただくと、今回のタスでは、先ほどのカーブのところですね、減速するところで1回ジャンプしてて、続いてこの1つ目の崖、降りたところのここでまた2つ目ジャンプしています。ちょうどですね、この2つの地帯が速度が落ちるポイントなんですよ。で、ここでジャンプしてもらってるから、速度が落ちなくてタイム短縮になるっていう感じですね。だから、この2つの鉄球が必要なんですよ。これが条件1の概要になります。ということで、続いていきます。条件2、ゴールにてノコノコを最速で停止させることです。これは、ちょっと動画戻りますか。動画をタスの方に戻します。これはですね、この最後のノコノコが来るところの話ですね。ここは、これちょっと見えないんですけど、ノコノコがこの橋を走ってですね、このゴールのところまで来て止まります。で、ノコノコが止まってから、ようやくマリオがこうやって話しかけられるんですよ。で、最終的にスターを出してくれるんですよね。はい、つまり、この停止する位置って大事なんですよ。で、じゃあ、なんとなく話の流れから分かったと思うんですけど、ノコノコのこの停止位置っていうのが実はですね、ばらつくんですね。この動画ではですね、この橋じゃない、柵を越えたあたりで止まってるのが分かると思うんですけど、実はこの端まで行ってしまう。これちょっと画像を用意してきました。これですね、こんな感じで端まで行っちゃうパターンもあって、この場合だと、この図で言うと、この動画で言うと、ここから、この今のノコノコの停止位置がこっちまで走ってることになるんで、その分ロスになってるんですね。だから、できる限り早く止めてあげる必要があるよっていうのが、条件2になります。で、この条件を満たすためにやることって何なのかっていうと、ノコノコがですね、アニメーションフレームっていうパラメータを持ってるんですね。これを調整するっていうことをやります。意味わかんないと思うんですけど。ただ、そうですね、この後、このノコノコが止まる原理、これ、
止まる原理っていうのを解説するんですけど、それ聞けば、まあ今言った意味がわかると思うんで、まあその原理を説明します。まず、基本的な話として、ノコノコはいくつかのパラメータを持っています。で、今回重要なのが2つあります。1つ目、ノコノコの状態を示すアクションっていうパラメータです。2つ目、ノコノコのアニメーションの進行状況を示すアニメーションフレームっていうパラメータです。で、まあちょっと一回そのパラメータ詳細置いておきますけど、ノコノコがこれ止まる原理っていうのはですね、まずそのノコノコがこのちょうどこの柵を越えたあたり、ここまで来るとアクションが減速を示す値になるんですよ。で、その減速になった時にアニメーションフレームが28に近いとすぐ止まるんですよ。近いほどすぐ止まる。逆に例えば0とか28が遠い値だとここまでずっと歩いちゃうんですよ。まあそんな感じになっております。だから今言ったそのアニメーションフレームを調整しますよって言ったのは、具体的に言うと、そのノコノコがここで減速になった時にアニメーションフレームが28に近い値になるように調整するっていう意味になります。まあここまで聞くとですね、じゃあ具体的にどう調整するのって疑問に思うと思うんですけど、まあこれを説明するためには、具体的にそのアニメーションフレームの値がどう変わっていくかっていうのを知らないといけないですね。なんで、まあせっかくなんでね、今回はそこまで話します。まあ、ここは実際の値の変化っていうのを見てもらった方が早いんで、まあ、こちらもまた準備しておきました。画面を変えます。こちらですね。これは、この動画はですね、左下がアニメーションフレームになっております。で、この動画自体、このタス自体は、今回の更新の一更新前のタスになってます。はい、こちらの方がですね、見やすいんで、今回こちらを使って解説します。で、アニメーションフレームは、まあ、とりあえず流しで見ていただくとわかるんですけど、まあ、流していきますね。こんな感じで、0、6、12、17、23、29、0、6、12、18、24、0、6、12、19みたいな感じで変わっていきます。で、ここでポイントが2つあります。1つ目、無限に値が上がっていくわけじゃない。まあ、つまり、ずっと、まあなんて言うんだろう。すべて、なんだろう、マックスになるまで上がるとかそういうわけじゃなくて、まあ、いつかは0に戻るっていうこういうタイミングがあるっていうところ。で、2つ目、こちらが重要です。1ずつ上がっていくだったり、まあ、固定値で上がっていくっていうわけではない。っていうところです。で、この2つ目の話なんですけど、じゃあ加算量ってどう決まるのっていうところなんですけど、これはノコノコのその時の速度に応じて決まります。乱数とかではないです。乱数ではないです。つまり、ノコノコの速度をうまく調整するっていうのがアニメーションフレームの調整なんですよ。になるんですよ。で、ここまで聞くとですね、じゃあノコノコの速度ってどう決まるのって話になってくるわけじゃないですか。ただ、ちょっと申し訳ないんですけど、ここから先はですね、解説すると、ほんと深くなって沼るんですよ。なので、ちょっと今回は割愛させてください。ただ、一つだけ思い出してほしいことがあって、パート1で、マリオがゴールすると、そのタイミングからノコノコの足も速くなるよっていう話をしたと思います。つまり、ノコノコの速度が決まる一つの要因として、マリオのゴールタイムっていうのがあるんですよ。だから、レース中の条件として、このアニメーションフレームの調整、言い換えると、ゴールにてノコノコを最速で停止させるっていうこの条件にですね、これが上がるんですね。ということで、以上が条件2の概要になります。ちょっと長くなったんで、一回振り返りますと、条件1が特定の2つの鉄器を生成させること。条件2がゴールにてノコノコを最速で停止させること。この2つの条件を満たしながら最速のゴールを目指すと最適解が得られます。長かったですね。で、ここから先はですね、ちょっと実践的な話をするんですけど、ではどうやって最適解を得る、見つけるのって話ですよね。
こんな複数のパラメータが絡んでくるっていうのが分かったのかなって思うんですけど、複雑すぎますよね。もうここがですね、今回タスを作られた方だったり、その関係者たちですよね、のすごいところで、この最適化を調べるために、なんとですね、なんかシミュレーションソフトを使ったっていう話を聞いてます。で、シミュレーションソフトってどういうものかっていうと、初め聞いたとき僕はなんか簡単なスクリプトみたいなものをイメージしてたんですけど、全然そんなものじゃなくって、結構がっつりしたシミュレーションソフトで、一言で言うと、ゲーム内の各パラメータを変えたときにどういう結果になるかっていうのを一画面で見れる、そんなソフトになってます。これはとある海外の方が作ったものなんですけど、残念なんですけど、この THI、すみません、のこのこ、ちびでかののこのこのそのシミュレーションソフトはちょっと手元にないんで見せられないんですけど、はい。で、そのソフトを用いて、ある4つのパラメータ、これを変化させる感じで、数百万回程度シミュレーションした結果が、戻って、このタスの動きになるんですよ。はい。で、その、4つのパラメータは何なのかっていうと、まず1つ目がですね、のこのこに話しかけるときの角度です。戻って、ここですね。最初、これ、のこのこに話しかけると思うんですけど、この時、のこのこはマリオの方に向くようになってます。ここの角度が1つ目のパラメータです。これがアニメーションフレームの調整の一つになってます。突然出てきましたけど。はい。続いて2つ目が、マリオのゴールタイムです。これは先ほどの話に出ましたね。続いて3つ目。鉄球用に乱数調整をするので乱数です。はい。最後4つ目が、1500ユニットにどのタイミングで入るかっていう。こちらも一言で言うとアニメーションフレームの調整の一つになるんですけど、ここをちょっと詳しく話しますと、パート1のその3で話したんですが、マリオがゴールした後ですね。ゴールした後、マリオとノコノコの距離が1500ユニット以内になると、その間だけノコノコが減速する仕様があるよっていう話をしました。つまり、この1500ユニットに入るタイミングを調整することによって、ノコノコの速度を調整できるんですよ。これが、要はアニメーションフレームの調整につながっているわけですね。ただこういうこと言うと、あれ ?1 フレームでも多く1500ユニット以内に入らない方がいいんじゃないの？いいんじゃなかったっけって思う人もいるかなと思うんですよ。これはですね、パート1のその3で、確かに私がそう話したんで、ただ、この疑問というか、疑問ですね。この疑問は、理論的には正しいんですけど、厳密にはちょっと正しくなくって、実際問題、どうしてもこのアニメーションフレームっていうのが絡んできちゃうので、あえて数フレーム遅く、早くです。数フレーム早く1500ユニットに入ることで、最終的に速くなるって場合もあるんですね。だから、このパラメータ4つ目として、1500ユニットにどのタイミングで入るかっていう、これが上がるんですね。はい。ということで、今回はこの4つのパラメータを用いて、シミュレーションをして、この結果になりましたって感じですね。なので、これ補足になるんですけど、ゴールタイム、これですね、2.37 秒って話をしました。でも、頑張れば2.30とか出るんじゃないかっていうことは言われてます。ただ、今話したこの複数のパラメータを組み合わせた最善が、今回は2.37 秒だったんですね。というところからも、レースの最速を目指すだけじゃない、目指せばいいよっていう話じゃないっていうのが分かったんじゃないかなって思いますね。はい。ということで、今回の解説は以上になります。最後に終わりにってことで、今回のパート2の解説は、実は、浅すぎではないんですけど、完全に深いとも言えない解説になったんじゃないかなって私は思ってます。で、その理由は、このスターを真の意味で理解するためには、ノコノコとか鉄球とかの仕様までやっぱ理解する必要があるからなんですね。じゃあどうすればそれらを理解できるのって話じゃないですか。ここがちょっと嬉しいところで、ノコノコとか鉄球の主な仕様をまとめた調査レポートっていうものが実はあります。
で、そのレポートの URL は概要欄に貼っておきます。で、それを読めば、今回途中で条件1、1と2って話したと思うんですけど、これをもっと深く理解できて、完全に理解できるんじゃないかなって思いますね。で、ちょっと余談になるんですけど、その調査レポートはですね、我々日本人にありがたいことに日本語で書かれています。で、その理由は、至極簡単な話なんですけど、その調査をしたのが私とか、私の身内の方だからなんですね。で、これもともと RT 向けのレポートなんですよ。ただ、今回のタスでも、役に立つっていう感じですね。ただですね、このレポートの内容がですね、結構複雑なんですよ。というのと、そもそも1万文字以上あるようなレポートなので、片手まで読めるようなものではないんですね。ということで、今回の動画見てくださった方で、このスター、もっと深く理解したいっていう人がもし多ければ、次回としては、今回話したその条件1、2ですね。ここをもっと深く話してもいいかなって思います。はい。ということで、この動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。